はい、今回はですね、デニムの洗いについてお話ししたいなと思います。洗いの工程をざっと簡単に知りたい方とか、指示の仕方が少し悩んでるっていう方はぜひご覧ください。まずはですね、削る工程、シェービングと言われるドライプロセスの工程と、あと洗う工程、ウォッシングですねの工程、それから乾かす工程と分けてお話していこうと思います。まずはですね、削る工程なんですけど、めちゃくちゃ荒くですねお話しすると、手でやるハンドシェービングという方法があります。これは素手で削るわけではないんですけど、いろんな機械とかペーパーとかを使って手を使ってこすっていく方法です。で、次に、レーザーマシンで削っていく方法というのもあります。最近だといろんなマシンが開発されているので、レーザーでですねジュ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 と焼いて、それで削っていく方法です。このマシンっていうのはすごく高いので、大きな工場さんとかにしかない場合もあります。それから、最新の機械でいうと 3D のようにこうで履かせて削っていく方法というのもあります。これも最新のマシンの一つです。それからあと環境問題なんかで最近はほとんどないんですけど、サンドブラストといって土の粉っていうか粒みたいなものをスプレーでダダダダダとですね吹きかけて、それで削っていく方法っていうのもあります。あとは薬品でマンガンというような強い薬品でスプレーで吹きつけて、それで削るというか色を抜いていく方法っていうものもあります。これが全て前工程と呼ばれる何ですかね、プロセスですはい、次に洗いの工程のお話をします。洗いというと、例えばワンウォッシュとかストーンウォッシュとかって聞いたことがもしかするとあるかもしれないんです。水洗いの中でも、例えば裏側に裏返して裏洗いとか呼んだりするような方法もあったりします。それから、当てりをつけて洗っていく方法としては、それこそストーンウォッシュといって本物のストーンを入れる場合と、ストーンのようなフェイクのストーンを入れる場合もあります。あとゴルフボールのような、ボール球を入れて洗うことをボールウォッシュと呼んだりもします。工場によって入れるものも使っている用法も様々なので、それも各ランドリーさんに聞いてみてください。かなり細かく言うと、あとオゾンウォッシュとか最新のマシンもたくさん出てるので、どういった機械を使っているかというのを聞くといいかなと思います。中にはですね、ランドリーの洗うところに、羽が、突起物のようなものがついてて、ストーンとか入れなくても当たりがつきやすいような釜っていうものもあったりします。あとサンプルの洗う釜とバルクで洗う釜っていうのが別物を使うケースも多いので、実際のバルクの風合いがどれぐらいになっていくかっていうのも考慮して開発する必要があります。はい、細かくは全てランドリーさんに聞きましょう。はい、あとオプションとしてはトッピングといった方法があります。これはですね、洗いをかけるときに色を足していく方法です。絵の具のように色を足すわけですね。で、中にはベージュとかグリーンとかグレーといったようないろんな色をトッピングでのせることができます。なので色を入れていくと、削ったこの白場に色を入れることができます。インディゴの上にも少しうっすらつくので、デニムの中で別の動画でお話したんですけど、キャストというインディゴの要は色相ですねを変えることもできます。はい、いろんなバリエーションがあるので、これも聞くといいかなと思います。はい、で最後にドライのプロセスです。乾燥ですねプロセスです。一般的にはですね、大きなランドリーの乾燥機に入れて乾かしていく方法が通常かなと思います。ただその中でヴィンテージのアイテムを開発したりする際には、天日干しといってですね、要は本当にそのまま吊り下げてお天気の良い日に乾かすような方法で乾かす天日干しといってような方法もあります。こうすると、通常のマシンを使うよりも風合いが硬かったりとか、独特な風合いが出てきたりとかもします。それからベーキングといって、パン焼き器みたいにですね、高熱のマシンの中に入れてカッチカチに樹脂をつけた後に、特にですねヒートセットみたいに固めるように入れていくようなマシンを使って風合いを出す場合もあります。はい、以上がですね、様々な洗いの3つの工程とバリエーションです。いかがだったでしょうか。ぜひですね、皆さんのアイディアだとか指示出しの中に組み込んでいただいて、よりいいアイテムを開発してください。
キュージャパン。